昭和の魔法。昭和の昔、ある町の片隅に古びたドライブレストランがありました。近くを高速道路が走り、地元の人々が主な利用者でした。夜になると、店の周りには優しい光が明かり、まるで魔法がかかったかのような雰囲気を醸し出していました。ある日、突然40人分の大口注文が入りました。店主のトーマは30代後半で、10代の娘、文子と2人で店を切り盛りしていました。2人は忙しさに追われながらも、笑顔で料理を作り続けました。しかし、予定日の朝に突然キャンセルの電話が入り、2人は途方に暮れました。トーマは頭を抱え、文子も涙を浮かべました。材料費の支払いに困っていると、文子はふと窓の外を見て、近くで高速道路の工事をしている作業員たちの姿を思い出しました。彼女は父に、お父さん、あの人たちに料理を振る舞おうよ。きっと喜んでくれるはず、と提案しました。トーマは一瞬驚いたものの、文子の強い信念に心を打たれ、2人で料理を作り続けることに決めました。その作業員の中に、両親を病気と交通事故で同時に失い、14歳で働きながら夜間中学に通っている本江リカオがいました。リカオは久しぶりに温かい家庭料理の香りに包まれ、涙がこぼれそうになりました。彼は一口食べるごとに心が温かくなるのを感じました。食事が終わると、リカオは感謝の気持ちを込めて後片付けを手伝いました。彼の境遇を知った店主のトーマと文子は、毎日お昼の弁当を彼に提供することを決めました。リカオはその優しさに感動し、彼らの恩に報いるために将来に備え一生懸命働き続けました。リカオは夜間中学での勉強と昼間の仕事の両立に苦しみながらも、文子とトーマの支えを受けて成長していきました。彼は勉強に励み、将来は医者になることを夢見ていました。ある日、リカオは文子に、僕、医者になってたくさんの人を助けたいんです、と語りました。文子はその言葉に涙を浮かべ、あなたならきっとできるわ、と励ましました。リカオは夜間中学の教室で、疲れた体に鞭打ちながらもノートに向かっていた。彼の隣には、同じように働きながら勉強する友人のケンがいた。ケンはリカオに、お前、本当に医者になれると思うかと尋ねた。リカオは微笑みながら、絶対に。文子さんとトーマさんが信じてくれてるから、と答えた。その言葉に、ケンもまた希望を見出した。リカオには一つの秘密がありました。実は彼には両親から受け継いだ特別な魔法の力があったのです。その力を使えば人々の傷を癒し、病気を治すことができました。しかしその力はリカオが心から感謝し、自らを犠牲にして他者を助ける時にのみ発揮されました。リカオは工事現場で重機の下敷きになりかけた同僚を見つけた。彼は無我夢中で駆け寄り、魔法の力を使って同僚の傷を癒した。しかしその代償としてリカオ自身は体力を大きく消耗し、その場に倒れ込んだ。同僚は涙ながらに、ありがとう、リカオ、と感謝の言葉を述べた。魔法の発動条件。1、心からの感謝。
リカオが心から感謝の気持ちを持っている時にのみ魔法の力が発揮されます。これは彼が他者のために無私の心で行動することを意味します。2、自己犠牲。魔法を使う際にはリカオ自身が何かを犠牲にする必要があります。例えば体力や精神力を大きく消耗することがあります。リカオは昼間は工事現場で働き、夜は中学に通う日々を送っていました。彼は勉強に励み、成績も優秀でした。ある日、リカオは学校の先生から「君は医者になれる素質がある」と言われ、さらに努力を重ねました。彼は奨学金を得て医学部に進学しました。大学では多くの困難に直面しましたが、文子と當真の支えを思い出し乗り越えていきました。そして海外に研修に行きました。リカオが海外に旅立つ前夜、文子と當真は彼のために小さな送別会を開きました。文子は涙を浮かべながら「リカオ、あなたは私たちの誇りです。どうか体に気をつけて夢を叶えてください」と言いました。リカオも涙をこらえながら「お二人のおかげでここまで来ることができました。本当にありがとうございます」と感謝の言葉を述べました。本へリカオが海外に旅立った後、瞬く間に15年の月日が経ち、文子はがんに侵され、どこの病院でも手術不可能と言われました。文子は病院の診察室で医師から「手術は不可能です」と告げられた瞬間、頭が真っ白になった。彼女は幼い子供の顔を思い浮かべ、涙が止まらなかった。どうして私がと心の中で叫びながらも、子供のために生き抜かなければならないと強く思った。絶望の中、彼女は幼い子供を抱きしめながら涙を流しました。文子は何軒もの病院を訪ねましたが、どこでも手術は不可能ですと断られました。絶望の中、彼女は幼い子供を抱きしめ涙を流しました。ある日、病院の待合室で涙を拭いていると、若手の天才外科医の話が耳に入りました。不可能を可能にするその言葉に、文子は希望の光を見出しました。文子はその時、シングルマザーとして子供を育てるために必死でした。毎日の生活は厳しく、彼女は何度もくじけそうになりましたが、子供の笑顔を見るたびに力を取り戻しました。なんとか生き抜かなければと強く思い、彼女は天才外科医に手紙を書くことを決意しました。文子は夜遅く、子供が寝静まった後に手紙を書き始めた。彼女の手は震え、涙が紙に落ちた。手紙には、自分の状況と子供への深い愛情、そして生きる希望が綴られていました。彼女は涙を流しながら、一文字一文字に思いを込めました。文子の手紙の内容。背景。突然のご連絡をお許しください。私は文子と申します。現在、がんに侵され、どこの病院でも手術不可能と言われております。私はシングルマザーで幼い子供を育てております。なんとか生き抜かなければならないと強く思い、先生にお願いする次第です。私の病状は非常に厳しいものですが、先生ならば奇跡を起こしてくださると信じております。どうか私にもう一度生きるチャンスを与えてください。
子供のためにもどうかよろしくお願い申し上げます。敬具、文子、天才外科医からの返事。背景、文子様、お手紙を拝見いたしました。おつらい状況にある中、私にご連絡いただきありがとうございます。私はあなたの手術を引き受けることを決意しました。直ちに手術の準備を進めますので、どうかご安心ください。あなたの強い意志と愛情に心を打たれました。私も全力を尽くして、あなたにもう一度生きるチャンスを提供したいと思います。手術の日程については、追ってご連絡いたします。どうか希望を持ち続けてください。敬具、外科医 M。返事はすぐに来て、直ちに手術をするということでした。文子は希望を胸に手術の日を迎えました。手術は無事に終わり、文子は病室で目を覚ました。彼女の視界がぼんやりとする中、手術を担当した医師がマスクを外して近づいてきました。文子はその顔を見て一瞬息を飲みました。理香を文子は信じられない思いでその名を口にしました。医師は微笑みながらうなずきました。そうです、文子さん。僕です、本家理香です。文子の目から涙があふれました。どうしてここに？理香は優しく文子の手を握りしめました。あなたが僕を助けてくれたから、今度は僕があなたを助ける番です。文子は感動と驚きで胸がいっぱいになり、言葉が出ませんでした。理香は続けました。あなたのおかげで僕は医者になることができました。そしてあなたの命を救うことができたんです。文子は涙を拭いながら、ありがとう、理香先生。本当にありがとう、と感謝の言葉を述べました。理香も涙をこらえながら、僕もあなたに助けられたんです。これからもずっとあなたの恩に報いるために頑張ります、と答えました。保険診察外のため数百万の手術代を支払うとき、天才外科医は優しく微笑みながら言いました。料金は不要です。あなたの温かい心がすでに全てを支払ってくれました。あなたの優しさと愛が私たちにとって何よりの報酬です。その言葉を聞いた瞬間、文子の胸は驚きと感動でいっぱいになり、涙がこぼれました。彼女はその瞬間、人生の中で最も美しい贈り物を受け取ったと感じました。理香は幼い頃、文子に助けられた恩を忘れず、彼女の命を救うために全力を尽くしました。実は、理香が手術を成功させたのは、彼の魔法の力だけではなく、彼と文子の強い絆が奇跡を呼び起こしたからでした。手術室の中、理香は集中して手術を行っていた。彼の心の中には、文子との思い出が次々と浮かんできた。彼女を救わなければ、と強く思いながら、彼は全力で手術に臨んだ。彼の心の中で、文子の笑顔や励ましの言葉が響き渡り、彼に力を与えました。手術が無事に終わり、理香は深い安堵の息をついた。ありがとう、文子さん。あなたのおかげで僕はここまで来ることができました、と心の中でつぶやいた。文子は涙を浮かべながら、ありがとう、
リカオ先生と感謝の言葉を述べました。リカオも涙をこらえながら、僕もあなたに助けられたんですと答えました。二人の絆は時を超え、運命の糸に導かれて再び巡り合い、奇跡の物語を紡ぎました。その後、文子はリカオの治療のおかげで健康を取り戻し、再び子供と共に幸せな日々を過ごしました。リカオもまた医者として多くの人々を助け続け、彼の魔法の力と優しさで多くの命を救いました。